こんにちは、東京ベジライフです。先日インスタの方でちょっとお話をシェアしたんですけど、先週肌断食を始めてから丸3年が経ったので、今日はその3年間で学んだこととかをお話ししていきたいと思います。で、肌断食っていうのは何かっていうと、スキンケア商品とかあと化粧品を全く使わないっていうものなんですけど、なんで、肌断食を始めたかっていうと、3年前、3年前じゃないんですけど、本当にもう10代の頃からずっとニキビに私は悩まされていて、で大人になったらだんだんと消えていくものかなと思ってたんですけど、大人になってもニキビは消えなくって、で3年ぐらい前までもずっと常に、ちょっと良くなる時もあるんですけど、だいたい常にニキビがたくさんできてるっていう状態で、肌の状態もすごく悪くて、で、スキンケア商品とか本当に安いものから高いものまで本当にいろんなものを試して、で皮膚科にももちろん何箇所か行って、で薬もいくつか試して、でやっぱり中からきれいにしなきゃいけないみたいな考えもあって、でその時はベジタリアンではなかったんですけど、野菜を増やして食生活を見直したりとか、あと睡眠をたくさんとるようにしたりとか、運動するようにしたりとか、あんまりストレスを、ためないようにするとか、本当にいろんなこと考えられることは全部したんですけど、それでもやっぱり肌は改善されなくて、でいろんなスキンケア商品とか、使っていてもどうせ綺麗にならないんだったらもう使うのをやめようかなって、半ばちょっと諦め気味に、ふと思った時に、インターネットでそういうスキンケア商品とかを使わないとどうなるのかみたいなことをリサーチし始めたんですね。そしたら宇津木先生の書いた本にたまたま出会って、でその本を読んだら、なんかその内容がすごく自分の中でストンときたというか、すごく納得できる内容で、でもその日から今まで自分が使っていたスキンケア商品とか化粧品とかも全てやめて、でそういうものを全部やめてから本当に結構本当すぐに肌の状態が良くなってきて、で、ちょっと気持ち悪い話で申し訳ないんですけど、1週間とか2週間経ったら顔中からなんか角栓みたいな、なんか粒々がすごいいっぱい出てきて、でそれが取れて、で、その後もどんどん肌の調子は良くなっていって、で今年の春ぐらいまでは朝はお湯か水かで顔を洗って、で夜は石鹸で顔を洗うっていうことをしてたんですけど、どうせ化粧品も使ってないし、その石鹸で顔を洗う意味あるのかなと思い始めて、で石鹸もやめて、そしたらもっと肌の調子が良くなって、なので今本当に化粧品とか、スキンケア商品使ってないのはもちろんなんですけど、石鹸の洗顔っていうのを全くしてないっていう状況です。じゃあ全然ニキビができなくなったかっていうと、そういうわけではなくて、やっぱりストレスを感じた時だったりとか、あと水とか空気があんまりきれいではないところにいるとちょっと肌の調子が良くなくなるみたいで、今長野と東京と半々でいるんですけど、長野にいる時の方が全然肌の調子がいいなっていう感じはしてます。で10代の頃からニキビがすごいあったので、どうしてもニキビ跡というか、凹凸みたいなのがあって、肌がすべすべつるつるっていうわけではないんですけど、3年間その肌断食っていうのをやってきて、学んだことが大きく分けて3つぐらいあるかなと思います。まず最初に
こう当たり前と思ってることだったり常識と思ってることでも実はそうではない場合もあるっていうことです。私の場合10代の頃から洗顔をして化粧水をつけてで乳液とかで保湿してっていうそのスキンケアの一連の流れっていうものが、常識だと思ってましたし、で大人になって社会人になってからは、女としてお化粧を毎日してでメイクをするっていうことが常識だと思っていたんですね。ただやっぱり今思い返すとそういうふうに常識と思ってやっていたことが自分の肌の状態を悪くしていて、でもう少し早く気づいてやめていれば、こういうニキビ跡とかももう少し減っていたかなっていうふうに思うこともあるので、やっぱり自分が常識っていうふうに思っていることでも、例えば社会的な影響だったりとか、あと広告とかメディアとかそういうものにこう植え付けられている、考え方っていうのもいっぱいあると思うんですね。なので当たり前って思うことでもやっぱりこうちょっと一歩下がって、自分で考えて自分で判断していくことが重要だと思いました。で2つ目に学んだことは、自分を信じてやりきるっていうことですね。で、3年間の間にもちろんその肌の改善はすごくあったんですけど、でも完璧にこうニキビができなくなるとかいうことではないので、ちょっとこうニキビができたりするとこれを使うとニキビがすごいなくなりますよとか、そういう、商品とかいっぱいありますよね。ナチュラルとかオーガニックとかいろんな歌い文句で商品はありますし、やっぱりいろんな人が結構適当ないろんなことを言うので、こうした方が肌に絶対いいよとか、こうやって保湿した方がいいよとか、いろんなことを情報が、どうしてもこう耳に入ってきてしまうので、こう誘惑されるというか、だんだんこう肌の調子も良くなってきたし、ちょっとじゃあこれ使ってみようかなとか、ちょっとこの化粧品使おうかなとか、そういう誘惑は結構常にあるんですね。ただその度にこう自分に、でもあなたにはそれは向かなかったよねっていう感じで、リマインドする、言い聞かせるっていうことがすごく、重要で、自分がもう、これしかない、これでいこうっていうふうに決めたことは信じてこう貫いていくことが大切だと思いました。3つ目に学んだことは完璧を求めないっていうことです。毎日こうメイクをしてでスキンケア商品とかを使っている人でも肌がすごく綺麗な人はたくさんいますし、やっぱりそういう人を見て肌が綺麗でいいなってこう羨ましくもちろん感じる気持ちっていうのはあるんですね。で、ビーガンのチャンネルをしていて健康に気をつけていて、で健康に気をつけましょうっていうメッセージを発信しているのに、こう自分の肌が完璧じゃない、完璧に綺麗じゃないっていうのが申し訳ないなっていう気持ちになることもありますし、やっぱりたまに、そのことで、心ないコメントとかももらえますし、ただ、ビーガンだからこうあるべきだとか、日本人だからこうあるべきだとか、女だからこうあるべきだとか、そういう他人の価値観に惑わされてはいけないと思います。結局自分にとって何が正しくて、何が間違ってるかっていうのは自分にしかわからないと思うんですね。肌に関わらず、もうちょっと背が高かったらよかったなとか、もうちょっと歯並びが良かったらよかったなとか、もうちょっと太ももが細かったらなとか、その体の部分であんまりこう自分が好きじゃない部分っていうのはみんなどっかあると思うんですね。そういうあまり好きじゃない部分とか、完璧とは程遠い部分っていうのもありのままの自分として全部好きになれなかったとしても、
そのままを受け入れる。家族とか友達とかサポート応援してくれる人っていうのはいっぱいいると思うんですけど、最終的には自分の一番の理解者でサポーターで常に自分の味方でいてくれる人っていうのは自分自身じゃないといけないなっていうふうに思うようになりました。ということで今日は3年間肌断食をしてみて学んだことをお話ししました。肌に関わらず、外見のことで悩んでいる方っていうのは結構多いと思いますので、今日の話を聞いてちょっと気が楽になったとか、視野が広がったって思っていただければ嬉しいです。それでは See you next time!